皆さんこんにちは、乾物干物です。メイキングチャンネルの更新をサボりまくっていて大変申し訳ございません。昨年はですね、1枚絵を動かそうライブ 2D メイキングという動画や VTuber モデル制作過程すべて見せますという配信などでライブ 2D のね、メイキングをいくつかお見せしていたのですが、今回はさらに詳しい解説を交えながら VTuber 用高可動域ライブ 2D モデルの作り方を数回の動画に分けて原画作成からお見せしたいと思います。今回はラフから線画編です。なるべく分かりやすい説明を心がけますが、どちらかといえばライブ 2D 中級者から上級者向けの動画になると思いますのでご了承ください。コメントでね、ご質問いただければ次の動画でお答えしたいと思います。さて、今見せているアニメーションが完成後の VTuber 雨森青葉くんです。制作過程の公開を快諾してくださってありがとうございました。彼はですね、1月の2日にデビューしまして、今も精力的に活動中です。とっても面白い人なので、ぜひ概要欄からチャンネル登録してみてください。それでは早速、ラフから描いていきたいと思います。原画作成に使うソフトは Photoshop です。もちろん他のイラストソフトで作ることも可能です。以前、自分を 200% 美化してソシャゲ風立ち絵にしてみた前編という動画でもお見せしたのですが、このようにシルエットを黒ベタで描いてポーズの構想を練っていきます。VTuber モデルを原画からお作りする場合、最初に外見の特徴や本人の性格などを聞きます。青葉くんはですね、インドアとかコミュ障とかめんどくさがりみたいな感じのね、性格の要素が入っていたので、活動的になりすぎない自然なポーズを目指したいと思います。ライブ 2D モデルをね、作ったことある方ならご存知だと思うんですが、左右反転がしやすいという理由で、このね、正面向きの顔の方が圧倒的に作りやすいです。私もこの斜め向きがいいみたいな特注がない限りは正面向きで作っています。ただしね、体はそもそもの個体差が大きいため、斜め向きでもそんなに影響がないです。作りやすさと立ち絵の躍動感の兼ね合いで、私は顔は正面向きで体は斜め向きというパターンで作ることが多いです。ポーズが決まったら黒ベタの透明度を下げて神経レイヤーで顔のラフを描いていきます。この時活躍するのが対称定規です。クリスタなど他のイラストソフトにもある機能なので、ぜひ活用してください。この機能を使って輪郭やまつげの形などは完全に左右対称になるように描いていきますが、全てをね、左右対称にすると絵が硬くなるので、前髪は定規を外して描いていきます。ラフの段階ではパーツ分けのことはあんまり考えていないんですけれども、それでも髪と目などの線が重なる部分のレイヤーは分けておいた方が後で楽になるので分けます。で、髪型に関してはポニテでみたいなね、感じのざっくりしたご注文のこともあれば、参考画像をね、添付して詳細にしていただくこともあります。イラストレーターさんによっても変わると思うんですけれども、私はね、完全お任せよりは詳細な指定があった方が描きやすいタイプです。青葉くんもね、ありがたいことに参考画像を送ってくださいましたので、それを見ながら考えていきます。ところで、描いたことがある人ならわかると思うんですけれども、左右対称の目って存外描きにくいんですよね。目が離れすぎたり、あと逆に寄り目になったり、ちょっとのね、バランスの崩れが大きく出てしまうんですね。個人的なコツなんですけれども、この眼球は少しだけ寄り目気味にすると自然に見えると思います。で、ポーズが決まりきらない時は何パターンか描いていい方を選びます。今回はね、腕に悩んでいます。最終的に選ばなかった方も差分で使ったりすることもあります。さてさて、素体ができたので服を考えていきます。今回はストリート系の服装で、大きめのパーカー、大きめのトレーナーにカーゴパンツ、スニーカーみたいな感じの指定でした。でね、キャラデザの過程で一番しんどいのがこの服飾デザインで、なぜかっていうと、日頃はファッションセンスが壊滅的だからです。それが理由でね、現在は原画からの作成をね、ほぼ受けてなかったりします。デザイン持ち込みならね、今でも受けられますので、ぜひぜひお考えください。今回もね、メンズファッションを検索しまくってヒーヒー言いながらデザインを考えました。指定がね、詳細で目指す方向性がはっきりわかる場合は1パターンで出すんですけれども、今回はね、割とざっくりしてたので、何パターンか考えて青葉くんに選んでもらいます。ラフの線がだいたい決まったので、色を決めていきたいと思います。すみません、録画をし忘れてしまったんですけれども、私は1からのキャラデザの時はラフの段階でこのように詳細に影やハイライトの色味を決めてしまいます。そしてここで瞳の形状も別パターンを用意いたしました。服の色も何パターンか考えます。こうして出来上がったラフがこちらです。服が5パターン、そして顔が2パターンあり、これを組み合わせて一番いいものを選んでもらいます。青葉くんが選んだのは服が2番目、そして顔が2番目のパターンでした。これをもとに次は線画を描いていきたいと思います。
ライブ 2D 用の線画を描くときに普通に描いて後からパーツ分けをする人と最初からパーツ分けをする人と2種類いると思うんですけれども、私は線画の段階でパーツを分けてしまいます。線画でも対称蒸気は活躍します。まつげなどのパーツはかなり細かく分けたものを左右別々で作る必要があるのですが、現段階ではある程度同じレイヤーで描いて後で分けたいと思います。眼球は線画を描かずにベタ塗りだけで作ります。縁は少しぼかします。最近流行りの描き方ですね。この時注意するのが、ライブ 2D で動かす場合はまぶたで隠れる眼球の上の部分も描く必要があるということです。後で白目レイヤーにクリッピングしますが、今は便宜上はみ出したところをマスクで削っておきます。眼球だけではなく顔の輪郭や前髪、耳など全てのパーツは隠れる部分もしっかり描写しなければなりません。特に私の作るモデルは高可動域なので、こんなところまで描かなきゃいけないのレベルで見えない部分も描いていきます。それでもね、いざ動かすと書き足しが足らず、後で書き直すことが多々あります。結果自然と線がめちゃくちゃ多くて複雑になっていくので、分かりやすいようにベタ塗りも同時進行で行っていきます。さて、ここまで制作過程を垂れ流しながらひたすら説明をしてきたのですが、ぶっちゃけ線画は同じことの繰り返しなので、もう言うことがなくなってきました。それより何よりこの動画を見ている皆さんが気になっているのは、どこをどうパーツ分けしているのかだと思います。ですので、ここからは図解でパーツ分けの説明を頭のてっぺんからつま先までしたいなと思います。ただし、現段階のパーツはあくまでも線画の段階でのパーツです。塗り終わった後、またライブ 2D でモデリングしていく最中もどんどこパーツは増えていきますので、それはその都度説明していきたいと思います。まずは顔です。先ほども言った通り、基本左右は別々のパーツにします。眉毛だったら左眉毛と右眉毛の合計2パーツです。で、この左と右って言い方なんですが、地味にここもライブ 2D を作る上でややこしい部分で、ライブ 2D 上での左右の故障は基本キャラから見た方向になっています。つまり我々から見て右側が左側が右なんですね。もうややこしすぎるんで、私はパーツに名前を付けるときは右左ではなく、左矢印右矢印と付けています。眉毛眉毛みたいな感じですね。こうすれば私から見てどっちの側のパーツなのかがすぐわかるし、ライブ 2D で作るときは逆側のパラメータをつければいいわけです。さてさて、目はさらに片方だけでも上まつげ、横まつげ、下まつげ、目のクマ、下向きのまつげ、下向きのまつげの影、二重1、二重2、眼球、ハイライト、白目の11パーツがあります。着彩時はさらに増えます。恐ろしいですね。ちなみに眼球のはみ出した部分の処理方法は主に2つあって、私みたいに白目にクリッピングする方法と、上まぶたと下まぶたの肌色のパーツを作って隠す方法があります。他にも方法はありますが、今は割愛します。白目にクリッピングする方法のメリットは、パーツ数が少なくて済むというのと、まぶたの塗りが複雑なイラストでも綺麗に処理できるなどがあります。デメリットらしいデメリットは、クリッピング枠を使うこの1点につきます。クリッピング枠、何それ美味しいなとなってる方がほとんどだと思いますが、正直これが私にとって一番のモデリングの壁であり難関ポイントだったりします。後で詳しく説明するので、とりあえず今はクリッピング枠という数量限定の貴重な枠があって、その枠を使用する方法なんだと覚えておいてください。逆に言えば、上まぶたと下まぶたのパーツを作る方法は、このクリッピングの枠を使わないというメリットがありますが、パーツが増えるので処理の難易度が上がるのと、複雑な塗りのまぶたには向かないというデメリットがあります。鼻は現状1パーツです。口も今は1パーツですが、後からバカみたいに増えます。後で説明します。さて、ここまで1パーツと連呼していますが、今はまだ線画の段階なので、レイヤーは線画とベタ塗りに分かれていると思います。後でね、色を塗った時に結合するんですけれども、輪郭はベタ塗りと線画でそれぞれ別のパーツにします。こうすることで線画の一部分だけをマスクで消して立体的な表現ができるようになります。前髪と横髪は合わせて12パーツです。今回はかなり細かくパーツ分けしましたが、どれくらい分けた方がいいかはぶっちゃけ好みです。このね、紐のなんかは前髪は3パーツしかありません。そして後ろ髪は1パーツで作ってる人も多いと思いますが、今回はなんと13パーツに分けました。ざっくり分けると、後頭部、そしてインナーカラー、そして跳ねてる髪の3種類です。この時生え際をぼかすことでつむじを表現できるようにしています。で、首は
このね、上を向いた時に見えるので大幅に書き足しています。今回は鎖骨も別パーツにしました。服なのですが、何も考えずにデザインしてしまった結果、めちゃくちゃモデリングしづらい複雑な形状になってしまったので、当然パーツもとんでもなく入り組んでいます。まず襟の部分は、右側の襟のチャック、そして右側の襟の裏地、そして左右の紐、右側の襟の金具、右側の紐の金具の奥、そして右側の襟、左側の襟の金具、左側の紐の金具の奥、そして左側の襟のチャックの1と2、そして左の襟、最後に襟の裏というパーツ構造になっています。実際はね、この間に腕のパーツがあったり顔のパーツがあったりといろいろ入り組んだ構造をしているのですが、ひとまず襟だけ抽出して説明しました。ここでポイントになってくるのが、ライブ 2D では基本表と裏のパーツは分けるということです。この襟で例えると、このね、ひっくり返った裏地の部分、襟の裏の部分ですね。さらに金属部分も別で分けておくことにより後から調整が楽になります。で、基本このライブ 2D の分け方っていうのは一緒で、ヘッドホンもね同じように耳当て、絵の部分の手前、そして絵の部分の奥と表と裏のパーツで分けています。本当にめちゃくちゃちっちゃな部分なんですが、チャックの金具もね、つなぎ目と持ち手と根本で分けることによって自然に持ち手部分だけを揺らすことができます。また胸ポケットのように立方体に近い形状のものを動かす場合は、前面と側面でパーツを分けた方が動かしやすいです。今回はベルト、前に垂れている部分、そして前面、上面、側面で分けました。で、チャックもね個別にパーツを分けているのですが、この複雑な形状を手書きするのはマジで腕が死ぬので、こんな感じで自作のブラシを作って描きました。腕は大まかに二の腕、上腕で袖の裏で分けます。今回はここにチャックのパーツを追加しています。服を着ている時は二の腕や上腕の素肌のパーツはいらないのですが、今回は作っています。ライブ 2D でね実際に動かす時は削除するのですが、今後もし新衣装などをね頼まれた時に作りやすいように、今回は素体のパーツもしっかりと作り込んでおきました。これは足も同じですね。で、だいたい VTuber のモデルは下に行くほど動きが少なくなるので、下のパーツほど大雑把に分けても大丈夫です。靴なんかはねかなり複雑な形状をしていますが、そんなに動かさないので1パーツにまとめてしまっています。さて、パーツ分けの説明は以上です。ついてこれましたでしょうか？私は説明に疲れました。かなり詳細に話したつもりですが、わからない部分があったらコメントで質問していただければと思います。次回はいよいよこれに色を塗っていきたいと思います。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。